おい、カート。支店長の権限で、お前のことをクビにする。は？どうして？そんなの決まっているだろう。お前みたいな老害社員がのさばって余計な意見をするから会社が良くならないんだ。支店長の荷本は俺のことを睨みつけてこう言った。そんな、納得できません。急に解雇だなんて。うるせえ。黙れじじい。残念だったな。その年で解雇なんてされたらお先真っ暗だろうが、俺には知ったこっちゃないからな。ご愁傷様。55歳でいきなり職を失うことになるなんて。俺の名前は加藤武雄、55歳の銀行員だ。俺が働いている銀行は鍋山銀行という地元で第一の地方銀行だった。俺の働いている支店がある市は県内で3番目の大きさ。県庁所在地のある首都のアクセスは車で 1.5 時間はかかった。そのため俺が住んでいる市ではメガバンクよりも地銀を利用する顧客がとりわけ多く、地域密着型の経営路線がうまくいって地元から愛される銀行だ。俺はそんな銀行の仕事が好きだった。今まで市内のいくつかの支店をぐるぐる回ってきたが、この支店に配属になってからはもう5年働いている。最近は忙しい営業や窓口からは身を引いて庶務のような仕事を担当している。若い行員に花形の仕事を譲って年長者といってもまだ50代だがは裏方に回ることにしたのだった。そんな俺なのだが、実は最近トラブルがあって困っている。その原因はなんと新支店長の荷本という人物。なぜ支店長とトラブっているのかというと、それは彼の性格にある。今日からこの支店に配属された荷本です。よろしく。赴任初日の挨拶、壇上の荷本はそう元気よく挨拶をした。年齢はおそらく40代前半くらいだろう。高級スーツに豪華な腕時計をして、なんだか全体的にギラギラとした威圧的な雰囲気のある人物だった。挨拶する彼を見た行員たちは互いに目配せし合っている。実は配属前からこの荷本は一癖ある人物として社内でちょっとした噂になっていた。彼は何でも超難関大学の出身らしいのだが、メガバンクへの就職に落ち、親族のつてを頼って地方銀行に就職したらしい。だけど地銀に就職したことにひがみを持っているらしく、仕事に対して不真面目というか、横暴なことをするという噂だった。実際のところどうなんだろうと思っていたが、一緒に勤務してみたところ、残念なことに噂は本当だったようだ。たく、なんで超難関大卒の俺がこんな地方で能力の低いお前らの相手をしないといけないんだよ。彼は学校の勉強はよくできたらしいが、人とのコミュニケーションや協調性に問題があるらしい。人と協力して仕事をこなすのではなく、威圧して萎縮させて動かす。彼にとっては俺たち下っ端の行員はただの駒にしか過ぎないようだ。根拠のない言いがかりをつけて叱責したり、達成できないようなノルマを掲げて時間外労働を強要したり、まるで行員を人だと思っていないようだった。こんな彼がここまで出世して支店長になれたのは親のコネのおかげらしいが、実際は本社の方でもこの横暴な荷本を持て余していたらしい。彼が県内3番目の市であるこの市に飛ばされた理由はそれらしかった。この市ではメガバンクよりも地銀の方が圧倒的に顧客に対して強いから、ここであれば問題支店長の荷本でもなんとか支店長業務をこなせるとでも思ったのだろう。そんなこんなで荷本との日々が始まったのだが、おい、カート、お前、そんなしょうもない業務をやっている暇があったら、営業でも行ってこい。彼はよく俺のことを怒鳴りつけた。
55歳のいい年の俺が庶務を担当しているのが彼の目にはいかにも役立たずのように見えたらしかった。俺は確かに庶務をやっているが、これは銀行業務としてどうしてもやっておかなければならないが、みんなの手が回らない仕事を一気に引き受けているのであって、荷本が思っているようなどうでもいい仕事ではない。それに庶務以外にも古くから我が銀行を利用してくれている顧客の対応などもしている。顧客の中には気難しい気質の人もいて、そういう人は若い行員だとなかなか相手が難しいので、俺が出て行って話をするのだ。決して仕事中に油を売ったり単純労働で時間を潰しているわけじゃない。それなのに荷本は勝手に俺のことを無能と決めつけて、窓際じじいだと聞こえるように悪口を言いけなすのだった。それでも俺はなるべく気にしないようにして自分の仕事を務めていたのだが、ある日のこと、荷本を激怒させる出来事があった。おい、カート、お前、こんなところで何してやがる。何って、祭りで使う法被の整理ですが、それはある日の終業直前、予定より早く仕事の締めが終わった俺は、銀行内の倉庫で週末にある夏祭りの催しで使う法被を出して整理していた。ほんの5分で終わる作業だったのだが、運の悪いことに、そこに荷本がやってきてしまったのだ。祭りの法被を整理している俺に向かって、彼は不機嫌そうに怒鳴りつけた。なに？祭りで使う法被だと？はい、地元の有名なお祭りで、荷本支店長は今年からうちの支店に来られたから祭りも初めてですよね。とても盛大で、ほぼすべての企業が参加しているんですよ。うちの銀行も毎年参加なので。俺は説明をした。俺の住んでいる市には全国的に有名な伝統的な祭りがある。文化遺産登録の話も来たことがあるくらいで、毎年多くの観光客が来ることで有名だった。中でも市内の各町内が保存している立派なだんじりは、歴史的遺産として重要であり、市民の誇りだった。うちの銀行も毎年祭りの日は社員総出で手伝いに出て、市民との交流をするのが常だったのだが。バカ野郎、何が祭りだ。仕事をなめてんのか。こんな地方の田舎のしみったれた祭りなんかどうでもいいんだよ。何が文化遺産だ。そんなくだらない祭りへの出費も参加も俺は絶対に認めんぞ。俺の話を聞くと荷本はカンカンになって怒り始めた。いや、だけど他の会社はほぼ全て協賛して祭りに参加しているのに、うちの銀行だけ金も出さない、社員も出席しないというのは逆に恥をかきますよ。そう言うと彼は気に入らなかったのだろう。激高すると、なんだと？お前、支店長の俺に意見すんのか？よーし、決めた。加藤、支店長の権限で今日付でお前のことをクビにする。とんでもないことを言い出した。どうして？そんなの決まっているだろう。祭りに出たいなんていうお前みたいな老害社員がのさばっているから会社が良くならないんだ。そんな、祭りへの参加は今までの支店長が地域との交流のためにやってきた行事であって、俺個人が進めているわけじゃない。それに急に解雇だなんて。俺は反論したが、うるせえ、黙れじじい。もう決めたんだ。祭りはなし。お前はクビ。と怒鳴られた。結局荷本は俺の話を聞こうともせず、横暴に話を進めてしまい、そのまま俺は銀行を解雇されることになってしまった。55歳の年齢でいきなり職を失うことになるなんて。残念だったな。その年で解雇なんてされたらお先真っ暗だろうが、俺には知ったこっちゃないからな。ご愁傷様。彼はそんな捨て台詞を吐いて、俺の話も聞かずにクビと決めてしまった。ところがこの後、事態は思わぬことになるのだ。銀行を辞めてから3日後、俺が会社を辞めた間に、市内では毎年恒例の盛大な祭りが行われた。多くの観光客が訪れ、有名なだんじりを一目見ようと人々が詰めかけた。
市内の企業はこぞって祭りに参加した。だけどうちの銀行はあの荷本が参加を止めてしまったから一人も参加しなかったようだ。そして祭りが終わったある日、仕事を辞めた俺は再就職をするか、それとも自分で何か商売をするか考えていた。だけどすぐにはいい案が浮かばない。そこで考え事をしながら庭で植木の手入れをしていると、スマホが鳴っていると妻が教えてくれた。出てみると、おい加藤、お前すぐに銀行に来い。電話からはワンワンと大声が鳴り響く。荷本だった。まったく自分が辞めろと言ってクビにしたくせに、今さら何の用で電話してきたんだと思ったが、とにかくすごい剣幕で、お前が辞めてからいろんな企業から口座解約の申し込みが来てるんだと慌てている。その言葉を聞いて俺は、ああ、なるほどと密かに笑ってしまった。なぜなら俺はこうなることをなんとなく予想していたからだ。退職した以上、荷本がいる銀行と俺はもう関係がないから、奴の要求は無視して放っておいてもいい。だけど荷本の尋常じゃない慌てようを見ると、銀行がどういうことになっているのか見に行くのも面白い。そう思った俺は自分がクビになった銀行に向かうことにした。荷本に指定された時間に訪れると、なんと本社からの役員が来ているらしく、俺は会議室で話を聞かれることになってしまった。会議室の椅子に重々しく座っている本社役員たち。その横にちょこんと荷本が座っている。荷本は電話でいろんな企業から口座が解約されていると言っていたが、その話は本当で、市内の企業や個人がこぞってうちの銀行から撤退しているという。すでに個人中小から大手までの解約を合わせると35億円規模にまでなっている。君にはその理由がわかるかね？役員はこう言った。はあ、それはうちの銀行が地元の祭りへの参加をドタキャンしたから、市民の感情を逆なでして怒らせたんでしょうね。俺はそう答えた。そう、荷本はあの祭りへの参加についてあまり大事だとは考えていなかったようだが、実は大問題だったのだ。やはり俺が注意したように他の銀行や企業が参加している中、うちの銀行だけ参加しなかったのは悪く目立ってしまったようだ。町の人の中では、あら、鍋山銀行さんは今年は祭りに参加していないの？らしいわよ。なんでも新しい支店長さんがこんな田舎の貧乏くさい祭りには1円も出さないって言ったらしくて、それもドタキャンしたらしいわよ。なーにそれ、ひどいわね。そんな銀行だとは思わなかったわ。今度子供の口座を作りに行こうと思っていたのだけれど、他の銀行にするわ。こんな噂が広まってしまい、企業イメージを傷つけたようだ。市内のほとんどの市民が参加する祭りでこんなことをやらかしたものだから、うちの銀行に対する良くない噂は瞬く間に全市民に広まってしまった。そもそも毎年参加するお祭りを通して地元の商店街や起業家、商業施設の経営者たちとコミュニケーションを図り、銀行のことを知ってもらう絶好の機会となっていたのに、横暴な荷本はそのチャンスを自分で潰してしまったのだ。また祭りへの参加をドタキャンして費用も一切支払わないという態度を見せたのもいけなかった。祭りの運営委員会の役員は地域の企業の社長も多かったから、いきなりドタキャンをしたうちの銀行はかなりの反感を買ったに違いない。聞いたところによると、口座解約した中でも一番大きな取引先の一条金属、この企業だけでも1口座に10億円以上だ。ここの会社は加藤君のお得意様だったそうじゃないか。役員はそう言って荷物を睨みながら話している。なんでも数年前に当行の口座を引き上げようとしたのを加藤君が引き止めたそうだ。そしてその後も加藤君がいるならとずっとうちの口座にお金を置いてくれていたという話だ。それは。役員の話にタジタジになっている荷本。この話は本当だ。
一条金属の社長はとても気難しいことで有名で、うちの銀行で彼を相手に話ができるのは俺だけだった。俺は数年前に営業をしていた時、この会社の担当でよく挨拶に行っており、社長にとても気に入ってもらったのだった。それが今回、俺が荷本のしょうもない思いつきで銀行をクビになったことを告げると、社長は、君がいないならもうあの銀行に口座はいらないな、と言ってさっさと解約してしまったらしい。支店長なのに、どの行員がどの顧客と信頼関係を持っているか、そんなことも把握していないのか。一体君は銀行でどんな仕事をしているんだ。本社の役員は荷本に対してひどく怒っていた。するとさすがに荷本もビビって、待ってください、加藤さん、大変申し訳ございませんでした。だからうちの銀行に戻ってきてください。あなたが戻ってきたら機嫌を直して戻ってくる顧客もいるかもしれない。そう言って彼は平謝りし始めた。だけど今さら謝ったところでどうにもならない。いいえ、荷本さんのような横暴な支店長がいる店ではもう働くことはできません。役員たちも俺に銀行に戻ってくれないかと言ったが、俺はすべての話を断った。その後、荷本は今回の事件により支店長を解任。しばらくは平社員として働いていたそうだが、あまりにも仕事ができず、また降格したことをプライドが許さなかったようで、周囲とうまくいかず、最終的にはクビになってしまったようだ。その後、支店長の椅子に座っていただけで銀行員としての能力に乏しい彼は、再就職を試みた他の銀行にも相手にされず、かといって他の業種に勤めることもできず、最終的に日雇いのアルバイトに落ち着いたという。聞いたところによると、彼は銀行員なのに全く金勘定にルーズで、毎月スマホのゲームのガチャに給料の数倍の金額を課金していたらしい。自分は支店長だしボーナスももらえるからなんとかなると思っていたのだろうか。積もり積もった借金は今では1000万円近くあるらしく、家計は火の車のようだ。今では工事現場で働きながら借金返済に苦しんでいるという。まあ自業自得なのだから仕方がないのだが、俺はその後銀行には戻らずに、自分が株で稼いだ財産を元手に地元の農場の野菜を使った小さなレストランを経営している。実は銀行員として働く傍ら株をやっていて、1億円以上の小財産を貯めていた。これは若い頃から地道にコツコツと資金運用をしてきた結果だ。その資金を元手に銀行員時代に知ったつてでレストランを開業することにしたのだった。まあレストラン経営は儲けというより趣味の範疇だが、先日地元の情報誌にも店が紹介されて評判は上々だ。来年は地元のお祭りにも参加して屋台も出すつもりだ。これからも地元の人たちと一緒に市の伝統を守っていきたいと思う。